田舎っすね、福岡はもう全然。閉鎖されたところにいるんですかみたいになっちゃいますね。でもそこで自分たちがやってることとかをこうもっとオープンにして、いろんな人たちとのつながりをもっともっとより深く築けるような環境づくりさえできれば、もうまた大きなものができるのかなって思います。そういうのを意識してないと一生そこが変わんないですよね。初めてクラブに行ったのが中3ぐらいだったんですよ。当時の友達と行って DJ の人とかラッパーの人たちとかを見た時にもう衝撃を受けて、ここにいたいみたいな、こういうことをしたいっていうのが初期衝動にもつながったかなみたいな。で大学で晴れて自由になって DJ をするみたいな。だから19ぐらいの時に DJ の機材を揃えてパソコンで DJ をするっていうのがソフトが出だしたみたいなタイミングだったんですけど、当時は天神にレコードショップが結構4個5個ぐらいこうまとまってあってて、そのレコードからサンプリングしてとかそういうので音楽を作ってたんですけど、なんかこういまいち自分のその思い描くものと機材がこう一致しないみたいなのがずっと続いてて、で23ぐらいの時に働いてたところがあって、洋服屋なんですけど、そこが潰れて音楽の職業訓練ができるみたいになって、じゃあそこに行きます俺っつって、今仕事もしてないしっつって行ったら、そこからパソコンで音楽を作るっていうことに特化するようになって、全てが新鮮で、こんなこともできるんですかみたいな、こんなこともやれるんやみたいな、その感動の方が強くて、探偵をしまい込みましたね、家から。突然のデジタルの芽生えみたいなノリだったから、徐々にとかじゃなくて突然ボーンって俺の中で火がついたところがあったから、大丈夫みたいな、心配されましたね。しげさん、マスクはなんで何て言うんですか？ PM2.5 は結構えぐくて、出た福岡は23日ぐらい結構能登とかやられてて。最初ってまず DJ されてて、よし俺もこうネットレーベルやるぜみたいな感じなのか、同時なのかみたいな。まあクラブとかに依存してて、そこでDJ したりとか制作やったりとかっていう感じだったんですけど、なんかこう表現したいって思ってることがちょっとしづらいなとか、土壌がないから聞いてもらえないとか、自分の中でのわだかまりを解消するために始めたのが最初で。今ってイエスタデワンスモアって何人ぐらいの所属になるんですか？現状、はい、僕とその今東京に住んでるトミー君と、はい、福岡にいる CSK が日本の国内のチームというか、ヒューイと DJNHK ガイと吉信がアメリカに住んでて、それぞれ活動して、ハウスが好きな人もいればヒップホップも好きな人もいるし、あとはもうテクノも好きな人もいるしとか、でもジャズも好きな人もいるしとか、いろんな人がいるから、なんかこう分け隔てなく楽しめるような環境づくりみたいなのを今後はレーベルとしてはしていきたいし、パーティーとしてもしていきたいなっていう。お邪魔します。やばいですよ、仏間じゃなくてこれ。基本じゃあそのイエスタデワンスモアのサイトというよりはサウンドクラウドに音楽を上げていくんですか？そうですね、基本的にはそんな感じです。イメージとしては。だからミックスのやり取りとかをみんなでやった時も、比較的なんか僕とかはもうサウンドクラウド上にアップロードして一部の人しか見れないようにして、それを渡すみたいな、データやり取りの手段の一つとしても結構使っているんで。フリーで出したら面白いじゃないのみたいなのも
多少あって抵抗はなかったです。その出してしまえばただの方が人を聞くでしょっていう、結局それってブランディングだし宣伝になってるっていうところだから、だからある一定のラインのフェーズを超えたっていうか、要は周知してもらう時期は超えたから次のステージに行こうっていうので、音楽をじゃあ次は売るとかストリーミングで再生数でお金をいただくみたいな形を取ろうみたいな。だから一応ゼロで考えるけど基本的にはお金は欲しいです。もらえるのであれば自分たちが作ったものに対してやっぱ正当な評価としてのバックが欲しいなっていうのは思います。お家の人がこう音が大きくてうるさいとかならないですか？結構ね、その低音が来たらこうブルブルってなるから。結構来ますね、もっと出すんで本来はもっと出す。出すっすね。昼間とかだったらもう本当に見た通りなんもないからあやし、その昼間の平日そこら辺普通に歩いてるんで、あ、うん。まあ多分近所の人からは現実者と思われてると思うんですね。すごいですね。俺初めて外で聞きました。どうでした？いやひどいっすね。俺先これ作ってパスするみたいなで思いっきりテスさんになるよ突然いいですね。俺これめっちゃ好きですね。ね。ありがとう。けどなんか多分東京以外で国内でコレクティブみたいなのが読むぐらいしかない感じがするんですよね。当時ね、もうなかったね、俺らぐらいしか。俺らとトレッキーと。なのでまあ必然的になんか絡むようになりますよね。絶対近い音をやってるしみたいな。やっぱりそういうコレクティブがある場所に行けるのがすごい楽しみですね。福岡ちゃんとトラックメーカーも DJ もいて、でシーンもあって、そういう場所でやっぱできるの楽しいですね。ね、東京の人たちがそうやって言ってくれるんだったらなんかもう嬉しい。よかったですよかったです。私なんか国内だけでやろうとしてないもんね。ワールドワイドというかネットを使って、私みんなの友達だもんね。そうですね。でもそれがなんかパーティーを通しての友達になるっていうか、初めて会うとか。でもなんか会った時にネットでの振りとか聞いてきますよね。多分なんかネットで曲聴いててすごいずっと気になってた人とようやく会った時の爆発みたいなのもあったりとかするし、その街にいるみんなが主人公でその人たちがカルチャーを作っているっていう感覚が今もうとにかく薄いですね。福岡はもう全然そういうのがないから自分たちのことしか見ないみたいな。でもそうじゃなくて僕らは音楽っていうもので何かを発信していって、なんかこう自分たちがニコニコできるような環境づくりをしたいなみたいなのはあるから、でもやっぱそういう部分で僕らはクラブに依存せざるを得ないっていうか、まあクラブが僕らが初めてそのインターネットから抜け出してその場で何かを表現できる場っていうところだから、ああやってパーティーやって来てくれる人は大好き。福岡にいるとどうしてもやっぱメジャーとの距離感みたいなのってめちゃくちゃ俯瞰で見てるなみたいなとこも思うし、だからつってやることを曲げるわけもないし、自分たちは自分たちで好きなことをやりたいなみたいな。結構でも福岡だけっていうわけでもないと思うんですけど、ナイトライフにクラブっていうのがあんまりなんかこう入ってきてないのかなって思うし、今日はみんなで歌いたいってカラオケやと思うし、いや今日はボーリングや、いや今日は朝まで飲むぞ居酒屋や、10年前とかに比べたらやっぱりないですもんね。何百人も入ってるみたいな。
トレベルするんであればやっぱフットワークが軽くていつでも俺らはどこでも行きますよみたいな感じになれたらなとは思うし、だからこそ今のそのムーブメントっていうか、もう機材はパソコン1台で DJ しますとかもう全然ありだと思うし、今までは50枚とか持ってっても100枚ぐらいだったけど、何千曲も持っていける、何万曲も持っていけるみたいな環境にいるからこそ、いろんな人に周知してもらえるようなものになっていければなとは思うし。やんのか？やんのか？やんぞ。乾杯。結構あんのこれ。Yesterday once more. Yes, yesterday once more. 大丈夫。行くぜおい。行くぜ。Baby girl ain't got no ass. But baby girl ain't got no ass. 結構みんなやっぱおしゃれだなっていうのと、すごい中も楽しそうで、独自のコミュニティとかそういう音楽性とか遊び方をやってるっていう印象があります。イエスタデイワンスモアってビート系のミュージックにおいても最前段ですし、かつフリーダウンロードでやってやっぱ九州を拠点としてるっていうのが本当熱いなと。実際今日盛り上がってるけどさ、どうなの、売り上げ的にはどうなの？多分ガチ渋いです。が渋い。ね、確かにまあすごい盛り上がってるけど、まあ正直まあパンパンではないもんね。酔っ払ってるから言うけど、結構それがリアルかなと思う。いや、なんかそのあたりも今日見てて、まあ本当にいいパーティーだと思うし、なんかみんなもね楽しい笑顔だったし、まあどうなのかなと思って。それが最高ですね。そうっすね。中3の時に初めてクラブに行った友達と大学の時に知り合って、いろいろ DJ はこうやるべきだよみたいな教えてくれたやつがいて、そいつらが2人自殺したんですよ、同時期に。でそれが結構俺の中ですごいでかくて、俺音楽しよるのに誰もこう明るくさせれてないなみたいな。だからなんか僕の中の音楽っていうのはやっぱ人の人生がちょっとでもポジティブに明るくなるようなものになってほしい。音楽を通してなんかそういう人の人生にちゃちゃ入れたいみたいな。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。お願いします。あ、それお水なんかさっきお兄さんが食べるなんでこれお願いします。